いい感じで、ぜひぜひこれ皆さんおすすめで、もうゼラチン質の方で皆さんもう眉です。今日はリクエストです。リクエスト、カスベのムニエルバターケッパーソースを作ります。フランス語で、カスベのことをレイって言います。レイ、ムニエルをカップルエシトロン。シトロンとレモンですね。カップルっていうのはこれです。ケッパー。ペッパーケップじゃなくてカップルはケッパーです。ケッパーペッパーじゃないです。ケッパーね。カップルってカップルのケッパーのことをカップルと言います。カップルエシトロンだからレモンと、ケッパー味のムニエル。はい、材料です。出ました。北海道産地元カスベ、565円。これで2人前ぐらいあります。カスベはね、フランス語でレイドレイって言うんですけど、エイっていうのはこの翼のことでこう泳ぐでしょ。エイドレイって言います。見てください、この鮮度のいいねカスベ。ね、これ全部中に中骨が入ってましてね、全部ゼラチン質です。ゼラチン。そしてこれはちょっとこれ今日の綺麗なんですけど、血合いとかちょっとぬめりがあるので白ワインと塩で一回、茹でて、臭みを消します。そして付け合わせにこのねお芋、これも茹でております。これは一緒に後でこれはもう付け合わせに乱切りにしておきます。あとは付け合わせはね、いろいろインゲンとかいろいろ使うといいんですよ。そして、材料ですが、これは白ワインとお塩でこれブランシールちょっと、茹でます。匂い消します。あとケッパーね。そして仕上げのパセリと、バター、ソース用とムニエル用です。焼き用です。そして、レモンを絞っておきます。よいしょ。はい、材料です。そうしましたら、こちらで茹でます。これお湯を沸騰させておきまして、さっきのねレモンもったいないから使いましょう。そして白ワイン、ごめんなさい間違えました。白ワインって言ったんですけど、白ワインビネガーです。ですから、白ワインビネガーがなければ米酢でも結構です。そして、若干の塩で、その中にこれですね、カスベね、これちょっとぬるぬるしてる洗って、これ今日ねめちゃめちゃこれ見てください。全然鮮度めっちゃいいです。ですからここでパーッと湯がくだけで結構です。ぬるみがぬるぬるしてましたら水でよく洗ってやってください。今日のはもうベストコンディションです。でそうして一度お湯が沸騰したら OK です。はい、一度、はい、これでもう臭みが取れました。はい。それでは先ほどのカスベ、これ軟骨なので、この辺で、ね、皆さんこれほらこんなに簡単に割れちゃうんですよ。ほらね、この辺も美味しいので、あんまりレストランだと全部きれいに掃除しちゃうんですけど、ご家庭ではもうこんな感じでいいと思います。それを、茹でたばっかりなので、こういうキッチンタオルで水気をよく拭き取ってあげてください。
はい、水気をよく切りましたら軽くです。塩と胡椒、白い胡椒です。よいしょ。これ北海道なんかだったらね、和食でお醤油とみりんで炊いて、食べます。これフランスのね三つ星でもこれスペシャリティなんですよ。僕が大好きなパリのランブロワズィっていうねミシュランの三つ星でもこの A のムニエルはスペシャリティです。はい、こうやって小麦粉につけてこれをバターでムニエルにします。カスベをムニエルにします。これ結構ね火の通りは早いのでバターを入れてバターがムース状になるまで待ちます。ちょっと強火にします。はい、でバターがムース状になりましたら粉をよくはたいてください。そしてこれ真ん中に軟骨が入っておりますのでこうやって骨付きで焼くっていうのは非常に美味しくなるんですね。香りが出て。はい、今強火です。焼き色がついたら、中火にします。じっくり火を入れます。カスベはね、和食でよく煮込もりというかお醤油とみりんで煮込むんですけど、もうフランス料理でもこのカスベは非常に大人気です。ミシュランの三つ星で、はい、焼き色がつきましたら火を中火にします。はい、ここでじっくりと火を通していきます。中火で。これ結構ゼラチン質なので火が入ったら全部身並べでちょっとバターを入れてあげます。はい、このバターをね、フランスのシェフは必ずアロゼね、こうやってじっくりと中火で火を通していきます。何度かこうやってひっくり返してアロゼして今だいたい6割ぐらい火が通ってます。はい、何度かねこうやってひっくり返してこれアロゼする時のねコツをちょっとフライパンをこっち上に上げるんですね。そうすると油がこうやって下に油これバターですけどねこれ溜まってきますのでそのバターをこうやって特に頭の部分もうお火の方も完全に火が通ってます。この頭の部分がまだ火がもうちょいで通りますけど頭の部分にこうやってアロゼして中火です。気をつけてください。焦がさないように。はい、またよいしょ。もうだいたい8割ぐらい火が通ってます。
そうしましたら、付け合わせのお芋を一緒に焼きます。お芋も軽く焼き色をつけます。こうするとね、付け合わせお芋にもこのお魚の香りが移るので一石二鳥です。はい、もう火がいい感じで火が通ってきてます。ほぼほぼ火が通っております。はい、それでは盛り付けに入ります。まずお芋。で、このフライパンでソースを作ります。はい、残りのバターを入れて、ここにケッパーを入れます。そして最後でバターが焦げたら、さっきのレモン汁を入れます。で、応用ですね。今日は使わないんですけど、お醤油、ね、バターとお醤油、好みで、僕は今日はお醤油使いませんけど、皆さん見てください。いいですか？茶色に焦げたら、レモン汁です。もうちょいです。これポイントです。もうちょいです。レモンを入れます。入れたら火を消します。そしてパセリのみじん切りを入れます。はい、これがおソースです。で、さっきのちょっと焦げたところにね、はい、出来上がりです。ね、美味しそうに出来上がりました。お芋もね、これここは骨なんですね。骨なのでよろしいですか皆さん。ほら見てください。こうすると、ほら、こうすると勝手に剥がれていきます。勝手にシンドバッドです。ほらね、この次元見てください。そしてこの辺もこれもね、これ中骨ですから。そしてこれ骨ね、ここもさーっとこうやって剥がれていきます。で、これが軟骨ですね。ゆるゆるです。いきます。いただきます。熱っ。軟骨がもうすぐ軟骨も取れちゃいます。お芋あっという間に完食です。もうゼラチン質の塊で皆さんもう眉です。やばいです。今日合わすワインはフランスブルゴーニュマコンでございます。出ました。ピューフュッセシューラロッシュシャルドネでございます。私プイフィッセのね村にわざわざ行ったらですね、プイフィッセ村がないんですよ。探しても探しても。我々このプイフィッセっていうから一つだと思うじゃないですか。実際行って
ピュイ村とフュッセ村が別なんです。何本探してもピュイフュッセが出てこなかったんです。で初めてそうなんだと、隣村で合わせてピュイフュッセっていうんだっていうことが、僕もフランスもワイン畑好きでよく行きました。パンプルムースね、グレープフルーツの香りがします。うちもあれですよ、季節にはレストランでも出しますしね。北海道のこのカスベね、ちっちゃい頃おふくろがよく作って醤油とみりんとやってくれましたけど、なんとフランス行ったらミシュランのね三つ星ランブロワーズィっていうね、僕大好きな我々の先輩のもう働いてましてね、パコさんはペコさんという人とのもとで働いて、でそこに深津さんねと一緒に働いて、パコさんがペコさんで、そのペコさんって人がピーマンのムースをね、でそこもミシュランの三つ星だったんです。それは、思い出深いこのカスベエイですね、エドレイ、グーですトリプル久々に、何年かぶりにトリプルグーが出ました。カスベは今の時期ですから、ぜひ皆さんね、日本の方はね意外とこのカスベね使わないんですよね。ぜひこれ皆さんおすすめで、また皆さんもぜひこの季節に、もうゼラチン質ばっかりですから、めちゃめちゃ、お肌にもいいですしね、健康にもいいですから、どうぞ、トライしてみてください。絶対のおすすめです。